たまっちゃん。はい、ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバンバ、アビバドのババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバ、アビバドの、はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。爆睡しておりますね、ぐーちゃんはね。さっきなんかね、こたつの中からいびきが聞こえたけど、まあ多分クータだろうなっていう感じな。今日はね、にゃんこたちお誕生日だったけど、お誕生日会動画は撮れずじまいで、この時間を迎えてしまったよって感じでな。まあ明日できるかな。一日遅れてどうかなみたいなね、ところでございますよ。なので、夕飯ね、まあカリカリなくなってたから足してやったんだけど、結局やっぱり食べてなくてな。で、まあ、鰹節サービスしてあげたんだけど、みたいな感じだったんで、このカリカリタイムには、シーバもね、添えてみましたが、まあ、いつもと変わんないんだけど、っていう感じでございますよ。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。はい、にゃんこたち、ジャスティース。今日は、大島で採れた、
天日海塩が入った塩入りの白湯。まあ、白湯だな。今日もな、昨日と一緒で、EMX ゴールドをな、沸かしたお湯で、ね、コップ1杯分で増やして、で、それをにゃんこが飲む水に入れたんでな、今まではその分ね、自分が飲む用のお湯だったんだけど、その1杯分が少ないんで、ちょっとね、ジャスティス用っていうかな、明日の朝飲む用が足りないので、少しだけ沸かしたけど、まあもう冷めちゃったんで、白湯的な感じのお湯ですな。はい、ゆりたん。はい、ゆりたんね。はい、ゆりたんのサムネショット。15歳のゆりたんのサムネショット。かわいこちゃん、かわいこちゃん、かわいこちゃん。今年も一緒にいられてよかったわよね。かわいこかわいこゆりちゃんは15歳なのよね。ねえゆりたん15歳、中学校3年生の年齢だって。ねえ、そりゃあかわいいさかいでございましわね。いいわね、かわいくってね、うらやましいわよ、ゆりたん。はーい。あれ降りないんかい。降りるように見せかけてな。そういえば今日はあれだ。おしっこシーツを持ってきてなかったんだ。やばい。今されると。やばいぞ。なんかする気満々な気がするけどな。で、今日は、ね、昨日寒かったからね、朝からそんな暖かかったわけではないけど、ね、まあ、晴れてたし、ね、風もそんなに、あれ、風強かったんだ結局。そんな強くなかったよな、今日な。だからまあ、穏やかな感じっていうのかな。で、向かいでさ、解体工事が始まったのよね。なんか木をさ、やたら伐採しちゃって、全部伐採しちゃって、もう本当昔からある木っていうのかな、もういつから生えてるのかわかんないぐらい、普通に当たり前にある木が全部伐採されちゃって、だから、あ、もしかしてこの家、あれかな、取り壊すのかななんて思ってたら、全然違うっていうのかな。こっちの家じゃなくて、伐採した家がこっちだとしたらね、こっちの家、こっちの家が解体っていうから、あれと思って。で、こっちもね、なんか解体したりするかなと思ったけど、全然その様子はないんでさ、あれと思って。なんであんな木伐採したんかなと思ったんだけど、まあ確かにね、木はこっちにも、ね、侵食してたから、まあそういう意味ではね、処分する必要はあったかもしれないけどさ、全然こっちの方の木まで全部伐採しちゃって、もううちの周り、全然緑がね、なくなっちゃったんだよね。せっかくさ、低い階に住んでてさ、ね、木と同じ目線のところにあってな、緑がね、見えるんでいいよね、なんていう話だったのにさ、もう全然なくなっちゃってさ、で、まあ、鳥さんとかもいたしさ、ね、蝶々とかもいたしみたいな感じだったんだけど、もうすっかりそういう生き物の姿がさっぱり見えなくなっちゃってさ、で、今日朝晴れてたから、窓開けて、それ、まあ、そのままにしてたのかな。で、なんかそんな解体工事を見てたら、うちもなんか解体したくなったというか、まあそろそろね、なんだろう、ちょっと片付けたいよね、みたいなところがあって、まあ片付けたい割には今日は逆に広がったような感じなんだけどさ、キッチンにね、鍋がさ、積み上がってるわけよね。そこがさ、まあ、お客さんが使うんで、なんかパンケーキかなんか焼いたりとかするみたいなんだよね。まあ、あとは唐揚げでも揚げたんかなみたいな感じなんだけど、まあ結構ね、汚れがね、いろいろと、いろいろとね、まあこびりついてはいたんだよね。
こびりついてたんで、一度ちょっと本腰上げて、これは磨き上げないと、ちょっと汚れは取れなそうだぞ、みたいな状態だったんだよね。それを今日はまあ暖かかったし、晴れてるし、みたいな感じで、なんか解体工事を見てたらね、それをやりたくなったんだよね。で、やって、で、下の天板っていうのかなのところ、まあ、板を引いてんだけど、その上にIH とか、カセットガスとか置いて、で、炊飯してるんだわね。で、その置いてる板をひっぺがして、で、その板も洗ったんだけど、なんか全然汚れ落ちなくて、なんかまあ、何にもなんかね、効果なかったんだけどね、あれ落ちねえなと思って、ダメだこりゃと思ってさ、まあ、ひっぺがしたんでね、もうこれはやるしかないと思って、今日はさ、なんだっけ、えーっと、なんだっけ、ブラックキャップだ。ブラックキャップをね、ついじゃないよ。ついに取り出しましてね。で、設置しましたよっていう感じだよ。いや、こんなにいっぱいあってもさ、なんか、どこに設置したらいいのか。こんないっぱいあるのかと思ってさ、そっかと思って、これだってこれ開けちゃったしね、開けちゃってる分はね、設置しないと逆にもったいないじゃんっていうのがあって、いや、どこに設置するみたいなのでね、だからまあ本当はこんなね、2つも置かなくていいんだろうけどって思う感じでね、なんか2つずつなんか置いたかなみたいな感じで、とりあえずキッチンに今日はね、設置したんで、今年はもうね、さゆりさんにいないいないばーって言われなくて済むだろうみたいなね、感じでね。今年はもう準備万端だぜっていうね、状態だよ。これで出てきたらもうほんとね、もう手の施しようがない。もうこれ以上無理っすって感じな。で、あれだね、玄関用じゃない、ベランダ用も送ってくれてたんだね。なんかほら、箱の模様見てギャーってなって、それで押し込んじゃってたからさ、まじまじ見てなかったわけよね。そしたらちゃんとね、ベランダ用と両方送ってくれてたんだね。あ、そっか、じゃあ今度ベランダのね、掃除した後に、これはね、また設置しようかな、みたいなね。まだもう一回作業が残っておりますが、みたいなね。またこっちだよね。こっちの部屋にもね、残り半分っていうのかな。一袋に12個入ってるんだね。で、半分の6個を引き出したら出てきたんで、で、半分はとりあえずね、アルミの袋に入ってるから、厳重に蓋して、で、次の機会みたいな感じで。だから、それがこっちの、まあ、備蓄部屋をね、整理整頓してそこに設置するかどうしようかみたいな、まあ今そんなところでな、にゃんこのお誕生日会はお預けになってしまったみたいなね、感じでした。テンタワさん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。テンタワさん、ブラックキャップ設置ですと、はい。ようやくでございます。ようやくね、やりましたよ。テンタワさん、いっぱい設置すれば、ケンモチさんの、ツッコミも入りますまい、そう。もうこれ以上いないいないば言わせないぞと思ってな。で、さ、あら、ベランダ用まで、そう、ベランダ用もあったんだよね。そっか、あったんだと思ってさ、よく見てなかったからさ、あ、ちゃんとあったんだと思ってな。で、まあ、ベランダもさ、植え替えっていうの、そういう作業があって、じゃがいも植えたりとかさ、本当はしようと思ってて、寒かったんでね。で、まあ、それする前に一旦、掃除して、で、そういう作業やって、で、もう一回ね、しっかり掃除して、から、ね、設置するため。
っていう感じなんだよね。で、ようやくほら、暖かくなってきたからね、そろそろベランダ作業かな、みたいな感じなんだよね。てたまさん、お誕生日、そうそう、お誕生日だったんでね、今日、朝、抱っこするときにね、15歳お誕生日おめでとうって一応、それだけは言った。それだけは言っただけでね、あとは何も変わらない日常でございましたね、今日ね。そうで、今日はあれで晴れてね、ようやく暖かくなったっていうのかな。なのでさ、お土産をさ、母親のところにね、一応ちょこっとずつ、今までお土産ってほぼ、ね、自分用には買ったりとかはあったけどさ、人のために買うってことがなかったんでさ、母親のところにね、ちょこっと買うようになって、それが溜まってきたんで、それをね、私に行こうと思ったんだけど、で、いるかどうかはまずわかんないんでね、とりあえず電話するじゃんか。で、出たんで、いたなと思ったんだけど、今日はなんか買い物に行きたいからとかっていうんでさ。でね、じゃあ買い物3時ぐらいに行くとかって言ってて。で、電話したのが1時過ぎぐらいだったんだよね。じゃあ、買い物行く前に行けばいいのかっつったら、いや、買い物行くのに支度するからって言って。夕方ならみたいな話だったんだよね。じゃあね、夕方でなんて言ってたんだけど、いや、私もさ、いろいろ暇なわけではないんだよ。暇なわけではないんだよと思って。ただこれを渡したいだけなんだけどなと思って、そっか。持ってっちゃえばいいんだなと思って、とりあえずほら、いればいいわけだからなと思って。だからすぐ出てって、結局すいませんっつって私に行ってみたいな感じね。で、帰ってきて、うだうだやってたんだよな。で、終わっちゃった。なんか時間経つの早すぎるみたいなね、感じがな。てんたまさん、16歳と15歳は長寿ですよね。まあね、だいたい猫の平均年齢が15、6歳みたいな感じだからね。それでいくと、まだまだ、まあね、ぐーちゃんはいろいろと不具合はあるけれども、みんなね、それ以外は普通に元気だからね、まだまだ生きると思うんでね、ありがたいよっていう感じな。ただね、ぐーちゃんみたいにな、突然なんかあるからね、この場合はな。てんたまさん、誕生日なのに誰もおりゃ本当だね。本当誰もおらんな。そうで、今日は暖かいからヒーターもね、つけてなかったけどさ、ヒーターつけないとね、クーターが釣れないよなと思ったんで、今つけてみたよ。で、そう、後ろにあるテントな、あれをさ、にゅんこ好きだからさ、日向ぼっこするところにさ、置いといたんだよね。で、抹茶が入ってたんだけどさ、ゆりたんがあれの上に乗っかろうとしてさ、だからみんな入ってるのにゆりたんって上に乗りたがるんだよね。それでもうね、ギャーとかなってたからもうダメだと思ってね、出してきたみたいな感じで、あそこにね、ほっぽられているよ。なんだったっけな。そっか、今日ね、で、最近ここ2、3日ハマってるさ、なんだっけ、タク先生の動画をさ、見てたんだよね。で、それでね、魔法の水とかあるしさ、あと波動帳、なんだっけ、測定器みたいなさ、そういうのもあるしさ、それ一回私受けてみたいんだけど、受けらんないのかなとかさ、その魔法の水はどうやったら手に入るのかなとかさ、興味津々だったんだよね。ところがそれらについて概要欄にはさ、書いてないのよ。X のリンクとか、Facebook のリンクとかが貼ってあるぐらいで、あとはお仕事の依頼はこちら、みたいな感じで。で、お仕事の依頼ではないんだけどさ、そこしか情報わからなそうだから、そこをクリックしてみたんだよね。そしたら、そこに、勉強会っていうんだっけ構想、ドリンク作るみたいな感じだったかな。そんな講習があったんで、
じゃあ、それ申し込めばいいのか、みたいな感じでさ、そこには今日はようやくたどり着いて、で、なんか、日にちがあったわけよね。場所がわかんなくて、で、いろいろ見てたら、なんかいっぱい開催されてるみたいだったんだよね。だから、ああ、そうかと思って、ただスケジュールを見ると結構長いんだよ。1日、朝からね、夕方までね、ぎっちり、あの、なってるはずなのに、なんかすごい短いのとかもあるから、これ多分違うなと思って。で、まあ長い時間のやつで、なんか東京もあったんで、じゃあその東京でやるところを、探してね、で、申し込めばいいのかと思ってさ、申し込んでみたんだけど、なんかその、折り返しのメールだと、なんかね、拠点が愛知みたいなんだよね。なんか会場も愛知県とかなってたから、はぁと思って。愛知なの？愛知はちょっと遠すぎるもんなぁと思って、とか思ってね、ちょっと考え中なんだよね。なんか質問はしたわけよね。そのなんかわからないことがあったらこちらに返信してくださいって書かれたんで、返信で今申し込んだんですけど、東京であると思って申し込んだんですけど、愛知だったんですかねっていうふうに質問して、またそこからね、返信が今ない状態だよっていうのでね、まあ、考え中できれば受けたいんだけど、それさ。できれば受けたいんだけど、愛知までの往復の交通費考えると、それこそさ、またしてもさ、EX ゴールドね、買った方のがよくね、みたいなことになっちゃうからさ、どうしよっかな、みたいなね、感じなんだね。そう。センターさん、猫好きの、男の中の男出てこいや。ほんと誰も出てこねえな。センターさん、愛知までの交通費いくらぐらいですかね。そうなの。いくらぐらいかねと思って。まあ、愛知って名古屋とかその辺ぐらいと同じでしょっていうふうに思ったらさ、まあ、またセントレアに行くっていうことを考えれば、みたいなね。だからそのちょうど飛行機のセールの時とかであれば、まあ、まだしもっていうかな。まあ、それが一番行くので最安値というか、早く行けるというか、まあ、新幹線だと相当高いと思うんだよね。まあでも最悪行くとしたら新幹線になるのかなみたいな。そうするといくらかかるのかなっていう感じなんだよね。だって飛行機のそのセールで往復で、ね、小松で1万3000円とかだったじゃん。だから最低で、1万4000円ぐらい往復でかかるだろうってね、ざっくり計算すると、EXM ゴールドが約3本買えるじゃないか。とか思ってしまってな。たぬこさん、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。ねだから新幹線だと多分、最低でもさ、片道2万とかかかると思うんだよね、多分ね。普段、普通の値段で乗ったことがないからわかんないんだけど、なんか前に調べた感じだと、なんかそんなだったような気がしたけどなと思って。そうすると往復するとさ、ほら、5万とかなるじゃん。5万だとさ、EMX ゴールドね、10本買えんじゃん、みたいなことになっちゃうか。テータさん、タノコさん、こんばんはね。だからもう全然そんなことさ、考えないで、もう本当なんだ、受けたいから行きますって言えるね、余裕が欲しい。もうなんでこんななんでしょうか、みたいなね、感じ。タノコさん、こんばんは。タノコさん、テントマさん、こんばんは。ねで、やっと今日それ聞いてたけど、なんか新しいこと分かった気がしたけど、なんだったっけな。なんかすごい、いい情報だったなっていうか、
そっか、油の選び方とかいうのを朝見たのかな。でね、それが巷ではさ、ほら、オリーブオイルがいいだとかさ、なんかエゴマ油がいいだとか、そういうふうに言われるけど、その辺どうなんですかみたいな質問でさ。全部ちゃんとね、なんか腑に落ちる説明してくれるんで、なんかいいなと思ったんだけど、要はそういうことではなくて、あの、あ掘削方法圧搾方法が問題じゃないみたいなので、大体植物油っていうのは良くないんだよっていう話でさ、ただ日本人は昔ね、天ぷらが、江戸時代にあったんだったっけで、それで揚げてたのはおそらく日本にある植物だから、菜種かごま油か、そんな感じだろうね、みたいな話で。で、油っていうのはとにかく酸化しやすいし、で、揚げ物すると酸化するからね。で、酸化した油っていうのは良くないからね、みたいな。でね、ほら、動物性のだったら、そういうなんか添加物加えたりとかしてるわけじゃないけど、だから日本人の体にはね、そういう文化はないわけだから、みたいなね、話だったかな。そうか、だからね、オリーブオイルだとか、ね、なんかあれだとかっていう特定のものがなんちゃらっていうわけじゃなくて、油の作ってる方法が問題だよねっていうので、普通にほら、ね、瓶とかに入ってるのは酸化しないように、酸化防止するものが添加されてるはずだからね、あんまり油は良くないよねって話でさ。なんかそっかと思って、作り方なと思って。そもそも、そうで、米油の話してたんだ。最近はだからそういうのでね、米油がちょっと人気あるみたいですけど、なんていうふうに言って。だってさ、米に油ってさ、想像つくって、ちっちゃい粒からさ、油が取れるとしてよ、どんだけね、絞り出さなきゃいけないっていうふうに考えたらさ、普通に米から油取れるとは思わないじゃん。だからそれから取るってことは絶対なんかしてるよねっていうのでそっか、米油やべえなってね、なんか新しい情報な、仕入れたよっていう感じ。てたさ、東京、名古屋なら新幹線ですね。ね、そうなんだよ。だから飛行機で行ってみてさ、そっか、近いんだなと思って。飛行機で行くにはね、だって1時間乗ってないんだもん。40分ぐらいだっけ ?45 分だったっけで、ほら、飛行機に乗るには1時間前からなんかさ、ね、飛行場にいないと乗れないみたいなところがあるからさ、そういう利便性で行くと、新幹線なんだろうね、みたいな感じなんだけど、とにかく新幹線の方がさ、ね、高いっていうか、そのセールの時以外の飛行機の値段はわかんないけどさ、ね、新幹線がまず高いからさ、って思っちゃうわけよね。でもさん、米油の謎そうね。なんか急に米油って出てきたじゃんか。そうだよな。確かにあれから油が取れるなんて想像してなかったしさ。取れるとしてもさ、ちっちゃい粒からの、なんか何パーセントね、とかでしょっていうの、それをね、貯めるってことはさ、なんかしないとね、取れないはずだよ、みたいなで、そうだよなって思ってな。なるほどなって思ったんだよね。あとは、なんだっけな。エナジードリンクをさっきやってた。さっき見たのは、エナジードリンクについてな。また、エナジードリンク2種類しかないなんか、レッドブルと、なんだっけ、モンスターだっけ飲んだことないからわかんないんだけどさ。で、これはどうなんだいみたいな質問だったわけよね。そんないいものではないでしょうっていう感じだったんだけど、その波動測定器みたいのじゃあかけてみようか、みたいので、かけてみたら、なんかそんなに悪くはなかったんだよね。なんかね、思っ
ってたより、なんか全然悪いだろ。全然悪いだろうと思ってかけてみたら、意外とそんなでもなかったんだよね。だから、あ、そんなに悪くないんだね、みたいな話で、ただまあ、なんだっけ、エナジードリンクだから、その体力をつけたいとかだけってことだから、まあ筋肉にね、どう作用するかっていうので、見てみようか、みたいので見たら、なんか、あ、ダメだね。これ飲んじゃダメだね、みたいなね。そんな感じだったんだよね。ただまあ、なんかね、そのエナジードリンクができた、いきさつについて、なんか詳しく知ってたみたいなんだよね。だから個人的にこのエナジードリンクにはちょっと、なんだろう、思い入れがあって、みたいな、なんかそんな、回だった。そうなんだと思って。だから日本にあるさ、リポビタンで、アリナミンだっけリポビタンで、リポビタンでも飲んだことないかわかんないんだけど、エナジードリンク的な。ただほら、エナジードリンクっていう呼び方ではなかったんだよね。あれ、なんて言うんだっけね、エナジードリンクっていう言い方ではなかったけど、とにかくその言い方をエナジードリンクっていう風に変えたことで、爆発的に売れて、そのエナジードリンクの元々の元ネタは、リポビタン D らしいんだよね。で、それが、外国でも売ってたんだって。で、外国で売ってて、で、外国がそれをアレンジして、リポビタン D に炭酸入れて、売ってたんだって。で、まあ、それがヒットして、まあ、逆輸入的な感じっていうの、ね、なんか違うネーミングブランドになって、日本に戻ってきたのがエナジードリンクなんだって。ね、で、そのエナジードリンクっていう市場は、今まだない、これからだっていうのが、あの、響いたらしいんだよね。これからどんどん広がっていくだろうみたいな。なんかそれで結構、なんだろう、イメージが良かったんだよ。だからスポーツ選手たちの間で、なんか憧れだったらしいんだよね。そのエナジードリンクを飲んで、なんか活躍するっていうのが。なんかそれで流行ったらしい。とにかくイメージ戦略っていうのかな。それが当たって、で、結局本家本元のリポビタン D よりも売り上げをはるかにね、なんか超えてったらしいんだよね。なんかそんなそんなドラマあったんだみたいなね、話を今日は聞いてましたな。エナジードリンクは栄養どうこうより美味しくない。あ、美味しくないんだ。なんかほら、みんな飲んでんじゃん。で、どうやらほら、中毒性があるらしいからさ、まあ、それでなのかとは思ったけど、いっぱい種類あるしさ、なんかとにかく本当みんな飲んでるし、で、自販機でもさ、どこでも置いてたりとかするから、何なんだろうなっていうふうに思ってたんだけど、美味しくないんだ。テッドマさん、リポディにもエナジードリンクにも栄養要素はほとんどないので、ユンケルとかゼナ飲んだ方がいいですよ。ね、まあでも値段が多分全然違うんじゃないのか。なんかユンケル高いとかって話だったよね。で、誰だったかが風邪かなんかひいてて、でもなんか休めない状態の時に、なんかユンケル買っちゃったみたいなことを言ってて、で、あ、そうなんだと思って、そのユンケルは何が違うのかなと思って聞いたら、なんかすごい高いんだけど、今日はユンケル買っちゃったとか言って、なんか聞くんだよね、みたいな話してたかな。ゼナもユンケルと同じなのかそうで、なんだっけな。えーっと、タウリンか。タウリンなんだっけ、1000mg 配合とかってね、歌ってるけど、そのタウリンが、良くないみたいな話だったっけな。あ、そう。で、今日聞いてて、いい話や、ええ話や。
いう話やなって思ったのが、まあ、がんの話ね。なんか、がんの見方がちょっと変わったなっていう感じの動画だったんで、今日はそれをね、見てよかったなっていう感じだったんだよね。と、さん、迷わず500円でゼナ2飲んでください。ああ、そうなんだ。ゼナだと500円なのか。なんかユンケル1000円ぐらいするとかって言ってなかったっけね。まあ、そりゃそうだね。奮発しないと飲めないかもね、みたいなね。なんかそんなにお金払って美味しいのかなとかさ、なんか不思議そうに見てたけど。私はな。でもそういうの飲むときってどんなときなんだ？ああ、でもそっか、私あれかな。アリナミン V がビタミン B なんだったっけか？で、それが記憶力が良くなるらしくって、でね、試験の前に飲んでたんだね、私ね。で、試験の前にそれ飲んで、で、勉強して、試験受けて、みたいな感じだった気がするんだよね。で、なんとなくいいような気がして、で、それを言ったら、なんかね、母親が買ってきてくれてた気がするんで、まあ、母親はそういうさ、なんかね、エセ薬っていうか、そういう薬品系好きだからな。なんかね、買うきっかけができてよかったんだろうけどさ、なんか買ってくれてた気がするから、なんか学生時代、高校生の時かはね、そのアリナミン V を飲んで、試験を受けたかな。そんくらいかな。あといつ飲むんだろうって感じ。あれか、風邪ひいた時とかにみんな飲むかね。さん、ユンケルも高いタイプは1000円とか2000円ぐらいします。ああ、そうそう。で、なんか、ドラッグストアに行った時に、ユンケルがあって、あ、ユンケルっていくらするんだろうって見た時に、なんか2000円ぐらいしたんだよね。で、って思ってさ、本当にとかって思って。なんかすげえ CM してたじゃんか。だからみんなバンバン飲んでるようなイメージだったけどさ、そんなするのと思って、びっくりしたんだよね。何入ってんだ？何入ってんの？テンタさん、ゼナ2が一番コスパいいので、なるほどね。中に入ってる成分は大して変わらないのに、まあそういうブランディング的なね、感じで、ユンケルの方が高いみたいな、そういう感じなのかね。パッケージが高いとか、そういうことなのかね。なんか箱に入ってた気がするもんな、だってユンケルってさ、見たことないけど。なんか箱に入ってた気がするよな。なんかゼナは普通に瓶で売ってるイメージあるもんな。なんかパッとイメージが思い浮かばないけどな。で、さ、がんの話か。がんの話なんだったっけな。覚えてないんじゃんって感じ。まあほら、だから、がん細胞ってさ、普通に健康な人でも毎日毎日さ、なんだっけ、5000個、5000個の細胞ががん化するよみたいな話らしくて、だから全体が、35億ぐらいだったわかんないけど、に比べたら、まあ5000っていうと少ないっていう風になるのかもしれないけど、でも毎日5000個できるんだからさ、もうむしろがんじゃん。みたいな考え方がね、そうだなとかって思って、で、その、がんっていうのは、まあ、そもそも、なんだろうな、細胞を止めてるっていうのだからまあ、毒素ができるじゃんか。で、ほら、毒が回るとさ、一瞬で死ぬじゃん。ね、まあ、長くたって数時間とかさ、まあ、数日で毒がさ、体に入って回ったらさ、死ぬじゃんか。なのにほら、がんだったらそんな数日
うんね、なんか数時間とかで死ぬわけではないじゃんっていうので、で、その毒が体に回るのを、固定してるのが、なんか、癌細胞らしいんだよね。だから、むしろ、癌に感謝。ね、だから、なんだ、固定してるので、時間稼ぎをしてくれてると。で、まあ、その間に、その毒を無毒化できれば、ね、回復の見込みがあるわけだから、その間の時間稼ぎをしてくれてるのが、まあ、癌なんてね、みたいなので。で、ほら、何事もね、できるということは治るというね、可能性もあるわけだから、だから諦めたらゼロになるけど、諦めなければ可能性はあるんだよねっていうので、で、まあね、まあ、がん治っちゃったとかっていう人っていうのは結構いるわけじゃんか。だからその間の時間稼ぎをしてくれるもんなんだよねっていうのでさ、なるほどねって思ってな、なんかちょっと見方変わったなっていうね、お話でございました。ゼナツも箱入ってますよ。そうなのか。そう、全然ゼナがどういうものだったのかなって浮かばなくてさ。なんかユンケルは黒い箱に入ってた気がすんだよね。なんかちょっと高級感あるような箱に入ってた気がすんで。あ、だから2000円もすんのか。これ箱代じゃねえと思ってさ。ちょっとびっくりしたような記憶があったんでな。いやどうしよっか。喋れない。あと10分何の話しようかね。なんかあったかな。あと米。そう、米。米米クラブ。母親のところにそのさ、お土産、今まで買ってきたお土産さ、小松で紅茶買って、で、新潟で米買ってきたのか。で、どこだったっけ、広島で塩買って、あとはまあ、それ以外にいろいろとね、もろもろ入れて、で、持ってったんだよね。でね、その米があったんでさ、母親がさ、なんか急に、あ、米だっつって、これはいいねとかって言ってさ、すごい喜んでたんだよと思ってさ、なんか米が手に入んねっていう話で、でね、ほら、安いは正義の人だからさ、ね、なんかほら、カルローズ前だっけ、外国の米な、安いから、で、買おうと思ったんだけど、ただほら、スーパーに並んでないと。まあ、飲食店とかそういうところに先にね、回されちゃうから、庶民のところには回ってこないと。そうすると、米が高くて買えねえっていう話でね。だから、ね、米だと思って、で、米当たんないかなと思って、なんか検証かなんかね、出したりするらしいんだけどさ、当たんねえとかって言ってて、なんか2年前に一度当たったきりだとか言って、わ、当たったんだと思ってさ、米当たったんだすげえなと思ったけどさ、なんかそれっきりだとか言って、米当たんねえとか言ってて。で、まあ私が今日持ってたこの、まあ少ないんでさ、まあ、3号で、まあ、これじゃあちょっとね、あれだね、なんて言ったけど、まあ、3号分だから1回分だね、とか言って、あ、3号も入ってんの、これ、とか言って。で、ちょうどね、なんかいつもね、3号炊くらしいんだよね。3号炊いて、でね、冷凍保存とかするらしいんで、で、あ、じゃあちょうどいいね、みたいな感じで、なんか米の時にね、すっごい喜んでたわけ。そうかと思って。だから紅茶がね、なかったからみたいな。いや、紅茶は安いの売ってっからいいんだとかって話でさ、もう安いかと思ってさ、私が今日持ってきた紅茶別に安いから買ったわけじゃないんだけどな。なんかな、物の価値をわからない人に渡しても、なんかちょっと悲しいなっていうのでね、なんかなと思って、まあでも米で喜んでたし、まあいろいろとね、食材がもらえて、だからほら、年取ってきてさ、買い物しても重いからさ、あんまり、ほら、重いもの持てないじゃん。だから米も、まあ2合とか、そういうの、2合じゃないよ、2キロか。
そういうちっちゃいのをなんか買ってくるみたいな話だったからな。まあそういう重いのはね、買えなくなるしさ。だからスマホ覚えた方がいいんじゃないの、そろそろつって。で、まあまだいいわけしてた。それだから苦手なんで知ってるよ。だからそろそろね、米だけは注文できるようにしといた方がいいんじゃないのってね、言ってんだけど、そういうわけにはいかないんだとかね、なんか謎な言い訳をしとりましたがな、まあとにかく、じゃあ今後は米だね、つって、紅茶は安いの買えるからいい、みたいな話で。米は高くて買えねえって話だから。じゃあもう今後は米見つけたら米買ってくるわっていうのでな、喜んでたんでさ。で、最近ほら、東日本の JR の東日本のさ、アプリを入れたもんでさ、もう毎日のようにな、なんかそこからあれ買え、これ買えってさ、まあメールが来るわけよね。それでさ、ポイント還元、最近ほら、クレカのさ、ポイント還元に、ちょっとさ、興味があるっていうのかな。できる限りそのポイントをね、還元率っていうのは気にした方がいいんだなと。今までほら、楽天ポイント一択だったからさ、ね、あんまり気にしてなかったけど、いろいろなね、そういうキャンペーンだとかと掛け合わせて、ね、ポイントが、還元率がすごいのとかあるから、そういうのを気にして買い物した方のがどうやらいいみたいだなぁなんて思ってたからさ。そうするとね、還元率がすげえのがあるんでさ、なんかそこで買い物した方がいいかなみたいので、だからもう今日はその米に洗脳されて、洗脳されてっていうか、まあ前々から米買おうかなとは思ってたんだけど、なんだっけな、19.5% 還元だったかなとかっていうのがあってさ、それを買おうかな、どうしようかなって思ってたんだけど、そっか、米がね、つってたから、ね、買おうかなと思って今日は米も買ったなって感じだったな。米だ。日本がここまで米に困ることになるとはね、もう日本人から食べ物をね、消すって言ってたからな。てんたまさん、たのこさんはお米食べれてますか？ね、たのこさんどこ行っちゃったのかな。かぎたんさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソワ、本日もしぶとーくやっておりますよ。けんたまさん、かいたんさん、こんばんは。ねえ、ただまあそうやってさ、買ってやってもな、価値がわからない人なのでちょっと悲しい思いするかもみたいな感じだけどな。そうで、米がさ、10キロで、1万ちょいだったわけよね。なんかもうちょっと安いのはもうすでに品切れになってて、もうなかったわけよ。で、自分が買えるっていうか、売ってるやつの中で、まあ一番コスパいいっていうの、最低価格が10キロで1万いくらのやつだったわけよね。で、そっから、まあ、ポイントが普通に10%つくらしかったんで。で、1万円以上買うと800円引きっていうクーポンがあったわけよ。で、それ使えるんで逆に安くなったぞ。おい、話やと思って。話やと思ってね。やったと思ってさ。で、支払い方法をその JRE のビューカードかにすると、さらに、まあ、約10%かな。まあ、19% つってたから9% のポイントがね、キャッシュバックみたいな感じなのかなわかんないけど、になるらしいんで、まあそう考えると2000円引きぐらいに考えると、まあ8000円で10キロの米が買えたんだから、まあ普通に買うのと同じぐらいかもしれないけどね。私はほら、いつも玄米で、まあ1キロ1000円、2キロ2000円、3キロ3000円みたいな感覚の、お米の、なんだろうな、値段の感覚だったんで、
まあね、そんなもんかな、みたいな感じで、ちょっと今日は10キロの米を購入してしまいましたっていう感じな。ねえ、天太郎さん、たぬこさんはどこに行っちゃったのかなね。どっか行っちゃったね。で、なんだったっけ、そう、受給の米買って、いや、そうでね、お気に入りさんが、ホワイトボードをどうしてもね、買ってあげたかったみたいなんだけど、そのね、買えないって、送れませんってふうになっちゃったっていうから、なんかそのホワイトボード用に、1万円の天城風を送ってくれたんだね。なので、今日は早速、じゃあと思ってさ。で、最近、そのね、レンタルスペースの方で問い合わせがあった人も、そのね、YouTube のショート動画の撮影場所を探しててっていう問い合わせの人だったんだよね。だから、早速 YouTuber の問い合わせだしね。で、そんなだったんで、絶対ホワイトボードは買ってくださいっていう、指示付きだったのでじゃあ買うかと思ってね、早速今日は、だからホワイトボード買って、米買って、みたいなね、今日も散々ね、お買い物してますけど、ね、どうなってるんですか私の懐事情みたいなな。で、そう、最近聞いたハッピーちゃんの話で、あ、こういう時どういう発想の転換したかっていうとっていう話してたよなっていうのをふと思い出して、まあ、私なんか数万円のね、話なんで全然レベルが違うんだけどさ、ハッピーちゃんがなんか1ヶ月で2000万だったかな、なんか使っちゃったんだっけ？ヶ月でじゃなかったっけな？ 1 日でだったかな？ 1 日でだったかな？なんか1週間でだったかな？とにかく2000万かなんか使っちゃったんで、アメックスが止まるかもみたいな話で、で、チーンってなって、で、そういう時ってどうやって、発想の転換をすればいいかっていうと、だからそういう、短期間で、まあ、1日だとして、1日で2000万使う人ってどういう人だろうっていうふうになんか想像したら、あ、私、じゃあそのレベルに達したってことだ。やったーっていうふうに、なるんだって。だからそういうことだと思って。何がって感じだろ。そんな感じでした。今日はな。てんたまさん、お気に入りさんが来たよ。泣きませんでした。ねえ、たまちゃんね。15歳お誕生日おめでとうね。はい。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、このことをみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる地球のために言うぞ。はい。アハモーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかったよね、たまちゃんね。今年も一緒にいられてよかったね。はい。で、どうぞ。猫ちゃん長寿でよかった。長生きしてね。ずっとそばにいてね、たまちゃんね。いつもありがとう。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。